皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。ダムまっしぐら。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。2月27日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。超高水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は166メートル6でした。おとついと比べると51センチの下げ、今月21日以降、低下のペースが加速しています。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒5180立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒5300立方メートルでした。差分については毎秒120立方メートル。2日前と比べて上流の寸丹観測所はプラスの450、三峡ダムはマイナス350。多少の増減はあるものの低い水準のままとなっており、なかなか流量が回復しません。一方、深夜0時の放流量は毎秒7210立方メートルでした。割り算をすると 23% の発電状況で7基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとついの同時刻と比べると少しだけ増やしています。中国湖南省水門局発表の三峡ダムに関する最新データを確認します。黒で示す放流量について、今月15日から運用パターンは変わっていません。あちらでは春節も終わり、そろそろ通常運転に戻るのかと思いきや、まだ元に戻っていません。緑のラインの流入量は低水準のまま、上流の観測所も流量が少ない状態が続いています。今の状況を見る限り、長江の上流における雨の少なさがデータに反映されているのではないかと。放流量が流入量を上回る時間帯がほとんどであることから、ダムの水位は下がり続けています。西洋チャンネル。先ほど、ダムの上流にある重慶市の流量が減少している件をお伝えしました。その重慶市の衛星画像が出てきたので、今回シェアしたいと思います。まずは今年1月27日の画像で、位置関係を確認しておきます。縦に流れるのが長江の本流で、画面上の方、川を600キロほど下ったところに三峡ダムがあります。そして横に流れるのが支流の下陵江。重慶の有名な観光地は、大きな川が合流したところにあります。今月11日の写真、そして21日の画像がこちら。1月の末には雪が積もっている様子も見られましたが、徐々に雪が溶けて、しっかり晴れているようです。長江本流のここの部分の変化は顕著で、10日前の11日と比較してみると、中州が大きくなり、陸続きになっていることが確認できます。つまり、わずか10日ほどの間に、水位が急激に下がったということです。もう一度グラフに戻って、衛星の撮影タイミングを載せると、2月11日がここで、21日がここ。17日から流量が大きく変わっていることから、衛星写真の状況との整合性は、ある程度取れているんじゃないかと推測できます。春節は、今月24日で終了のはずですから、そろそろ通常運転に戻りそうなのに、直近ではそうはなっていないところが気になります。支流にあたる下陵江は、水位が大きく下がると、この部分に中州が発生しますが、今のところ確認することはできないので、支流側ではあまり水位の変動はないのではないかと思う次第。ですから、長江本流のさらに上流に、今回の変化の原因があるのではないかと推測しています。いつもこのチャンネルをご覧いただいている方なら、これ以上言わなくてもお分かりですね。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の正午までの様子。南西からの雨雲が北東に進むにつれて発達している様子がはっきりわかります。いつもお伝えしているこの時期の典型的なパターンですね。つい先日も同じような降り方をしており、この様子だと場所によっては大雨になり、局所的に川が溢れるところが出てきてもおかしくないでしょう。一方でダムよりも上流側には
ほとんど影響ないのが特徴です。次に、今後の予想を見てみます。ダムの上流側で、しばらくまとまった雨はなさそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が14度、最低気温が9度で小雨の予報。ご覧の通り、何度か長江の下流側では、雨雲が通過することになりそうです。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国の禁輸措置、日本叩きは裏目に出ている、読売新聞が社説で伝えています。中国が日本を威圧すればするほど、日本で中国への警戒感が広がり、高市政権が進める防衛力強化が支持される。中国の対日圧力が逆効果を生んでいるのは明らかだ。中国の習近平政権は最近、新型軍国主義という言葉を使い、日本を戦後の国際秩序に対する挑戦者と位置づける、国際的な宣伝戦を強めている。一方で、習政権は自由貿易の擁護者を自認しながら、経済を武器に、意に沿わない相手を威嚇している。戦後秩序を壊しているのは中国だ、とのそしりは免れない。以上、中国の禁輸措置、日本叩きは裏目に出ている、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ、中国が巨額の軍事費を計上し、軍備拡張を続けている以上、日本としても一定の対処をせざるを得ないのは自然な流れ。その状況で軍国主義といった言葉で日本を批判するのは、首をかしげたくなる部分もあります。自分たちのことは棚に上げて、という印象を持つ方も少なくないのでは。今回の禁輸措置は20社が対象とのことですが、今後も小出しに拡大していく可能性は否定できません。ただ、これまでの訪日自粛要請や水産物禁輸も、日本全体への影響は限定的でした。むしろ国内では警戒感が強まって、防衛力強化への支持が高まるなど、逆効果の面も見られます。さらに WTO との整合性が問われかねない輸出規制を繰り返せば、国際社会での立場も難しくなるはず。そんな状態でどの国が直接投資を行うでしょうか。圧力を強めれば強めるほど、自らの首を絞める結果になりかねません。過度に感情的になる必要はなく、あちらさんが自ら矛盾を広げていく様を、私たちは冷ややかな目で、少し距離を置いて見守ることが大切ではないかと。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝7時までの6時間のレーダーの実績。大陸で発生した雨雲が東に流れており、九州にかかっている様子が確認できます。北から南までライブカメラを見ていると、今朝の時点で晴れているところ、曇っているところ、そして雨になっている地域などバラバラ。ニュースによると、今日は西から天気は下り坂。季節の変わり目、周期的に気象状況が変わっているようです。年が明けると、あちらの当局から2025年の統計データが次々と発表されています。三強ネタもあったので少しだけご紹介したいと思います。官製メディアが伝えるところによると、三峡地区の観光客が年間300万人を超えたとのこと。ご存知の通り、近年渇水傾向のため、以前のように豪快な放流を見れるわけでもなく、ただただ巨大なダムを見るだけに多くの人が訪れている模様。300万人というんですから、1年365日で割ると、単純計算で1日につき8000人ほどが訪問していることになります。日本のダムの場合、大きなイベントをしても、1日でここまで来たりすることはまずないでしょう。三峡ダムには洪水を抑制し、水力発電をしたり、船を通過させるなど、いろいろな役割がありますが、観光コンテンツとしても盛り上げようとしています。戦狼外交により、なかなか増えない外国人観光客を呼び込むため、最近、SNS などの発信が半端ない模様です。ところで去年、三峡ダムの現地映像をアップし、100万回再生を突破した、有名な日本の YouTuber さん。現地の最新状況がわかり、非常に楽しい動画でしたが、年明けに中国でトラブルに巻き込まれたと動画をアップしていました。無事出国できたということですが、警察まで出動する騒動になったということで、今後あちらでの活動は、ある程度制限されることになるかもしれないですね。